ようございます。そして明けましておめでとうございます。西野です。今日は愛知県東海市から静岡県浜松市にある天宮寺大歳神社初詣ねツーリングに行きたいと思います。で、今日の動画なんですけど、走行中のねちょっと音声がうまく取れていなかったみたいなので、アフレコ中心でねお届けしたいと思います。で、今日のルートなんですが、姫街道を通って、浜松へ行きます。で、門期125なので、浜名バイパスはね、通れないんですよ。なので、山あり、湖あり、生活感あり、歴史ありの走ってるだけでテンションが上がる姫街道で行きたいと思います。家のツーリングって出発前の準備が夏より増えますよね。身につけるものね、めちゃくちゃ増えますし、隙間っていう隙間をね、埋めないとね、覚えちゃうかなと思ってて。で、私はね、大体、首と手を固めて、あと全体的に、暴風対策をしたら、なんとか走れるかな、みたいな感覚は持っています。はい。でね、今日は、2026年、1月4日ですね。で、気温は約5度。で、風は強めです。で、体感的にはね、かなり冷える日かなと思ってます。急にね、年末から本気を出してきた感じがしますよね。で、走っててね、意外と寒いのが結構信号待ちなんですよね。止まるとエンジンの熱が少しずつ上がってきていいんですけど、走り出した瞬間にまた冷たい風が一気に体にバーってぶつかってきて、ちょっとね、寒いなって毎回思っちゃいます。でね、あとどんなに着込んでても結局指先だけはどうにもなんないんですよね、あれ。グリップヒーターとかね、ついてる人であれば別なんでしょうけど、そんなね、立派な装備ってないんで、インナーグローブをね、それが命綱になるかな、みたいな感覚はあります。はい。で、寒い日って結構寒さそのものより寒さでね、集中力が落ちたり、動きが雑になったりするのがちょっと一番怖いんですよね。寒くてね、体が結構ガチガチになっちゃうと、かなり動きが悪くなって、判断がすごい雑になるみたいな。なので、今日はね、無理せず、早め早めの休憩を意識して、現地に行きたいと思います。冬のツーリング先って結構悩みませんか、皆さん。個人的にはね、私は奥三河みたいな山側が結構好きなんですけど、この季節はね、どうしても凍結が気になっちゃって、ちょっと慎重になざるを得ないかなと思ってます。本当はね、今日は奥三河に行く予定だったんですが、先日雪が結構降ったっていう話を聞いて、あとひよっちゃいました。山道のね、コーナーに入って日陰が見えた瞬間にうわ、やべえみたいなね、ヒヤッとする感じ、結構心臓に悪いですよね。でね、あれをね、やっぱ避けるとなると、ちょっと北を避けるしかないなみたいなので、なのでね、愛知なら伊良湖とか知多半島みたいな海側、静岡なら浜名湖とか、もう少しね伸ばして御前崎方面かななんて思ってます。路面のね安心感があるだけでね、かなりね気持ちが楽になるかなと思ってて、でね、太陽のね光が海に反射してるのを見るだけでもね、なんとなくね体感的に温度がね上がる気もしますしね。で、今日ね向かう大歳神社、冬に走りやすいっていうのが結構理由の一つではあるんですが、もう一つ、ここね実はライダーの間ではバイク神社として親しまれてる、場所であって、ちょうどね初詣がてらちょうどいいじゃんとなったわけでございます。大歳神社がバイク神社と呼ばれるようになったきっかけは、神社の神職さんが、ライダーでもあって、ライダーが立ち寄りやすいような二輪サポートを始めたことだそうです。で、具体的には、二輪専用のね駐車スペースが用意されてたり、ライダー向けのお守りがあったりしてですね、ツーリングの目的地として行きやすい工夫が非常にまとまっていると。で、有名なのがハンドルにつけやすい輪っか型の道楽お守りですかね。名前の通り
道を楽しむというニュアンスで、ツーリングのね、安全を願う雨漏りとして知られています。それと、神社の公式案内でも二輪関係のね、情報発信や、ライダー向けのね、お守りもあったりして、最近だと川素材に刻印を施した国道守りなんていうのもね、あるそうです。こういったバイクで来る人向けの受け入れっていうのが積み重なって、自然とバイク神社と呼ばれるようになったという流れのようだそうです。今走っているこの姫街道なんですが、結構ね、この道の窓でもよく出てくる道なんですよ。で、なんかすごいね、見どころがあるわけじゃないんですが、変化がね、ずっと続く感じがする道で、私個人かなり好きな道です。実際ね、浜名湖がこう突然現れたり、軽い山道を走ったり、あとね、家並みがね、非常に近かったり、あと急に視界が抜けたりして、走ってる速度は同じでも、多彩なね、表現をしてくる感じで、走っている体感がちょっとずつ変わってくるんですよね。で、この辺りだと、山肌にみかん畑かなみかん畑が見えたりするのは非常にね、静岡っぽくいいなと思ってますし、高い建物がね、少ないので、空がすごく広くて、走っていて、閉塞感がないっていうか、走りやすい。それがね、姫街道のいいところだと思ってます。で、空がね、非常にこう澄んでますよね。冬はね、空気が澄んでいるので、遠くの景色がくっきり見えるのも非常に気持ちいいですよね。で、ただね、ちょっと風はなんか強い感じはしますかね。でも冬だからどこでも同じじゃないのかな。結構ね、冷え方が違う場所があるので、ゆっくりね、道路を楽しみながら走るのが、最高かなと思ってます。で、今日は、バイク神社に行く日なので、無事故、無違反のね、安全運転でゆっくりめで走っています。と思っていたんですが、ここでまさかのね、事件発生ですよ。到着目前でね、曲がる交差点を間違えちゃいました。Google マップをね、見ながら、多分ここってね、西番間に入ったんですけど、これね、正面じゃなくてね、裏道から回り込むようなルートになっちゃったんですよね。でね、その裏道で神社に近づいていくと、すでにね、バイクが結構ずらっと止まってて、うわ、これ今日めちゃくちゃ来てる日じゃんってね、一瞬で分かってしまったわけなんですよ。で、本来はね、バイク専用の駐車場があるんですが、今日はすでにバイクが溢れているということで、ちょっとね、この流れに合わせて、バイクが多く止まっている、場所に止めることにしました。いやー、ね、ちょっと正面からね、入っていく映像を撮りたかったなっていうのはあるんですが、はい、次回ということで。ここから境内の映像となります。鳥居をくぐるシーンっていうのがね、ちょっと撮れていないんですが、境内をぐるっと360度回してます。バイクやね、車の多さの割にはちょっと人が少ない感じがしますね。でも、やっぱり新年の神社ってめちゃくちゃ神々しくて、いいですね。テンション上がります。参拝シーンは撮ってないんですが、ちゃんとね、お守りはしてきましたよ。今回は音声がうまく取れなかった分、こうしてね、アフレコで補う形になったんですが、走った記憶を後から言葉にするのも、案外悪くないですね。なんかいいなと思っちゃいました。編集しながらね、これちょっと寒かったなとか、ここの景色終わったな、みたいな感じで、二度ツーリングしてる気分になりました。無事に帰るまでがね、初詣ツーリング。帰りにね、事故っちゃったら意味ないっていうことで、帰りも安全運転でのんびり戻ります。はい、またね、今年も、モンキーと一緒にね、いろんな場所の空気感をね、お届けできればとも思っております。はい、この動画が良かったら、高評価とチャンネル登録してもらえると励みになります。それでは、今年もまたよろしくお願いします。では。